人生はドラマ、その真ん中に私。本当に人生が180度変わります。私たちが現実と呼ぶものは何を指しているのかと改めて考えてみます。何が現実で何が非現実、そしてその境目はどこにあるのでしょう。目に見えるか見えないかだとしても、電気や電波、空気、風など目には見えないが万人が疑うことなく社会に浸透しているものもたくさんあります。しかしこれらも人間が考え出した計りで計測でき得るため見えるとみなし、現実に含まれるのではないでしょうか。誰かが見た、経験した、証明した、多くの人が賛同した。スペースシャトルが宇宙空間を飛んでいるのは現実で、宇宙人は非現実ですが、宇宙人が白昼堂々とそのあたりをうろつくようになれば、それは人間にとっての現実となるのです。こう考えていくと、現実は人間が手前勝手に作り上げているように思いませんか？さらに細かく見ていくと、人それぞれの感じ方で現実は違うようにも思います。つまり、現実の定義はどこに視点を置くかによって変わってくるということです。私たちは動かせない現実の中にいるのではなく、私たちの中に現実があるのだと考えられはしないでしょうか。私はある体験を境に、この世界はただあるがままの自然と人間が作り出している現実が織りなす二重構造だと感じるようになりました。極端に言うと、現実は概念です。概念とは考えによって作られたもの。そうなると、現実の中で織りなす人生も創作されたもの。例えて言うなら、脚本、ドラマなのです。経緯。私が幼い頃、大好きな父は夕食のテーブルを囲んでいろいろな話を聞かせてくれました。中でも特に印象に残っているのは、話の端々に出てきた人生という言葉です。幼い私の頭に生きることについて一本の長い道をずっと歩いていくイメージを焼き付けたのは確かです。大きくなったらこうなろう。大学生になったらこうしよう。何歳になったら、何年後は。目の前に道が長く見えていました。私は目の前にどこまでも続く長い道を見ていました。人生は一本道をゴールに向かって進む冒険のように思えていました。人生は一本道を行く冒険です。人間は私にハプニングは起こるはずはないという前提で生きているようです。ところが私のように予想外の挫折、つまりハプニングが何度も起こると当然のことながら、なぜ私にそれが起こるのかと原因を知りたくなるのです。なぜ私はうまくいかないのかしら。今後こそ上手に進んでいこう。そして私の探求は続いていました。常にもっと深く知りたいのです。人生とは何なのか、どうすればこの道をもっと先に進めるのかを。いつもどこかを目指しているという感覚から、いつまで経っても抜けきれない自分がいました。私はどこへ行きたいのだろう。人生は一本道を行く冒険です。ところがまたもやハプニングが起こり始めたのです。職場の理解し合えない者同士の陰湿なバカバカしい人間関係の揉め事でした。一体さらに何を学べと言われているのか。一本道を進めど進めど目指すゴールは見えません。自己を見つめ、学び、変容しても何かループがやみません。限界だと思いました。探求が終わらない。道は常に目の前にある。どんな心理学もスピリチュアルな法則も、この探求がやまない限りループが続くような気がしていました。いつもどこかを目指さねばならない自分に疲れ果て、力尽きたような気持ちでした。私は何かのエッジに来たと感じていました。ここから抜け出す方法がわからないのです。卵の殻を内側から叩くような思い。誰かここから出してくれ。殻は割れるのか、エッジから抜ける方法があるのか、全くわかりません。当時私が興味を持ち触れていたのは、いわゆる悟りや覚醒についての情報です。ワンネス。宇宙はたった一つのものからできている。分離をしてできたのが私たち。私は東京にいた時から好んでそういった情報を発信している方のセミナーやお話会に参加していました。
自らが語りたいなどといった気持ちではなく、ただ単純に彼らの話が面白く感じられたからです。物の見方が新鮮で、私を日常から少し離れた場所へ連れて行ってくれたのです。それらの中に京都で活動されている方がいました。浜田博明さんと高田なずなさんというお二人です。この方々なら今の私の苦しい状況に対していいアドバイスをくださるかもしれない。思い切って個人セッションをお願いし、会いに行ったのです。私は苦しい心情、もう限界だということを、職場環境を解決したいわけではなく、自分自身の探求の限界なのだということを切々と伝えました。浜田さんはよくよく聞いてくださった後、全く関係のない話をし始めました。とある不良少年の話です。その不良少年はいつも、俺の何がわかる？お前らに何がわかるんだ？と生きがっていたそうです。ところが彼はある日ふと気づきます。俺を理解できないお前らこそ悪者だと責めている自分は他人と同じ穴の無地なのだと。そのようなお話でした。さらに浜田さんは次のようなお話をしてくださいました。外を変えようとしても何も変わりません。また自分を変えたいというのも一見外ではなく内面に向いているようであるが、どうにかしようとしている時点で実は外を変えようとしていることと同じなのです。それから浜田さんは話を変えて、体に意識を向けてみましょうかとおっしゃいました。目の前の水を飲んでみましょう。全神経をその瞬間に置いてください。コップを持つ手の感覚、それを口元まで持ってくる腕が動く感じ、コップの飲み口が唇に当たる感じ、水が口の中に入って舌の上を滑ってぐっと飲み込むと喉の奥に落ちていく感覚。私はその通りにやってみました。今何か問題がありましたかと聞かれました。その時です。全く初めての感覚がやってきました。今ここにあるのはその感覚だけ。目に映るものはすべて風景でした。目の前の彼らも後ろの雑踏もまるで画面の向こうのようなただ流れている無声映画のように見えます。何の問題もなく思考は止まり、聞こえてくる声はどこかのスピーカーから流れてくる音楽のように意味なく響きます。私は、あれ？これは何ですか？と尋ねました。すると、その自分の声さえもどこから来たのかわからない。どこの誰がそう言っているのだろうとすら思えるのです。世界はただそのように今ある風景だけでした。何の問題も時間さえも感じさせません。すべてが大きな映画のスクリーンの中に見えました。私もどこにいるのかわかりませんでした。この体は、いや、体もその風景の一部としてあるだけでした。その中に私というものなどいませんでした。ただ目の前の風景がそのようにあるがままにあるだけでした。苦しみもありません。嘘のように楽になりました。気が楽になったのです。本当に一瞬で気持ちがひっくり返ったのです。魔法のように。ただそのようにあるだけの風景。それは今この瞬間そのものだったのです。ひっくり返すと、これまで私が苦しんでいた場所やエッジだと思っていた場所は、今ではないどこか、頭の中で作り出されたドラマの脚本のようなものの中だったのだと後に分かりました。エッジなどなく、あるのは無限。今この瞬間は無限。始まりも終わりもありません。進むべき一本道など最初からなかったのです。人生は時間という一本道を進む冒険だというのは概念であり、ハプニングも自己変容もこの概念の中で起こっていたことだと直感的に腑に落ちました。概念が抜け落ちた目の前の風景には何の問題もありません。今という瞬間を体感することで現れる、ただそのようにある風景です。私の体もその風景の中にただ静かに息づいてあるだけで、全ては完璧なのだという大きな気づきが体感とともに起こったのです。体感したというのは後にそう言葉付けしただけで、この時私の体は風景の一部になっていたため、正確には体感をした者はおらず、気づいた者は誰なのか、私はどこにいるのかさえもわからないような感じです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。
今回は人生はドラマ、その真ん中に私という本をご紹介します。また出会ってしまいました。素敵な本に。こんなにこの世界の真実に近づいちゃっていいのでしょうか。いいんです。今回も多くは語りません。現実とその外側の世界、そしてそれらの中心にいる自分というものをたっぷりと感じてみてください。個人的に絶対に読んでほしい相当好きな空気感です。著者は安本敦子さん。IT 系企業でハードな仕事をこなしていた安本さんですが、ある時突然起きた悟りの一別体験から、ただ心の赴くままに暮らすという流れに変化していったそうなんです。そんな彼女が現実と現実の外側の世界とは何か、人生はなぜ創作ドラマなのか、そして創作ドラマを生み出す人間であることの素晴らしさを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思っていますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。何が変化し続けているのか。体がいる今という瞬間で何が動き変化し続けているのでしょう。体の感覚に意識を置く。つまり考えずに感じる暮らしをしていると波があることに気づきました。何の波かというと気分の波です。考えにまみれていた時には流れのある波だとは気づかずに、その時その時に大慌てしていたのかもしれません。気分の波は何もない毎日の中で繰り返されます。そこに原因や結果という因果関係や取り立ててドラマチックな何かがなくとも、どこからともなくいい気分はやってきて、どこからともなく沈んだり、また上がったりといつも変化しています。量子物理学の観点では、この宇宙のすべては素粒子でできていると言われています。私たちの体も目の前のものも、外の木や花や空も細かく細分化していくと、すべては素粒子という同じものが集まってそれぞれ違う形に見えているだけだということです。元を正たせば皆同じ。素粒子の動きには何も固定された定義がありません。その時に関係するものによって自由自在に変化するのです。私がこうして過ごしている時にも、常に私という子以外の何かが動いていて、それらの影響が次々と伝わり、その波が来てまた去って私を通り過ぎていく。私の中で止めどなく動く気分の波どころか、すべての事象、ただそのようにある風景も、その上に乗っている人生というドラマも、元はこの全体の一つなるもののエネルギーが動き出して現れた現象です。それを生命のエネルギーと呼べるのかもしれません。そして因果関係などない変化を繰り返しています。お天気を想像すると分かりやすいかもしれません。常に地球を取り囲み続ける大気は、時々で雨になったり風になったり、晴れたり曇ったり、台風が来たり、そこに何が原因でという因果関係は全くありません。いわば気まぐれです。始まりもなければ終わりもありません。ここでいう大気がボーンと一つある生命のエネルギー、そして私たちが生きている世界のあれこれが雲や台風のようなもの、常に様々な形状として現れているのです。私の体も体が目にするものすべても、いつも動いています。変化しています。ただ感じているとそれが分かってきます。私という個の中で気分や思考が変わり続けているのではありません。全体のエネルギーが変わり続けているだけです。台風や大雨のようにどこからか湧き起こってきます。そして私たちは時々に都合よく気分や思考を捕まえて自分のものにしているのです。思考と感情を捕まえる私たち。全体のエネルギーを大きな一つの意識だと言い換えることができます。この世界は大きな意識の世界です。私たちは生まれるとすぐに名前をつけられます。
名前によって他人と自分は違うものという認識が起きます。大きな一つの意識の一部分が分離して小さな意識が誕生する瞬間、存在として認識が始まります。さて、名前をもらった私たちには育つ過程の早い段階で、私、すなわちエゴが芽生えます。私と他人がいると思い込んで生きていきます。全体のエネルギーであったことを忘れ、分離した枠の中で私という存在になった私たち。私とあなたという他人は別のものだと捉えます。そして全体が起こした思考を捕まえては、これは私の考えだと主張し始めます。私、あなた、複数の名前を持つ分離した存在は、親子、夫婦、友達、恋人、同僚といった様々な関係性を作り、さらに複雑に主張し合い、エネルギーを絡み合わせていきます。これが人生のドラマです。私たちがテレビで見ているドラマは、はじめに脚本家という作り手がいます。作り手はキャラクターを生み出すのにそれぞれ名前をあてがい、性格や考え方などの特性を考え、相関関係を作り、ストーリーが生まれるというのと全く同じことが全体のエネルギーに起きているのです。誰が起こしているのか、脚本家とは誰なのか。誰がという定義さえなく、ただ起きている事実があるだけです。今というプロセスを生きる。これを書こうと思ったことも、これまでの私の人生ドラマも、ゴールへ向かう一本の道の上にはもういません。すべてプロセスの一部。プロセスとは変化の過程を指し、ただ果てもなくあり変化し続ける宇宙は全部プロセスそのものです。宇宙の一部である私たちに起こっている人生ドラマももちろんプロセス。エネルギーの現れ。本当はこの今という瞬間があるだけで、そこに意味も時間もストーリーもありません。私たちは人生ドラマのストーリーに見せられすぎており、今を見過ごしがち。明日の仕事の予定、将来の計画、結婚の約束、はたまたノスタルジー、後悔、未来への不安、人間関係における起きてもいないことへの恐れ。しかし、今この瞬間のただそのようにある風景は、人生ドラマを気楽な創作だと気づかせてくれます。気楽になれば当然のことながら何が起きても起きたことを受け入れていく生き方ができます。自分からドラマをコントロールしようとしなくなるのです。プロセスを生きるとは、ただ起きてくる過程そのものを受け入れて生きていくことだと言えます。ただそのようにある風景、つまり今という瞬間が私に教えてくれたこと。それは選択の自由でした。すべての選択肢は今ここにあります。エネルギーは今ここでうごめいているからです。選択肢に制限をかけているのは頭の中で生きているから。エゴが握りしめた私の考えの中で生きているから。そんなものは本当はありません。ドラマです。ドラマは書き換え自由。今ここのエネルギーは常に変化をしているので、ドラマはいくらでも形を変えることができるのです。今を生きてください。どんな人生ドラマも選択できることが分かってきます。どうして？なぜ？というエゴの質問に答える必要はありません。今と共にいてください。自由は今ここにあります。私たちの本質はいつでも自由なエネルギーです。委ねるということ。ある時私はふと思いました。自然界は驚くような奇跡の連続でできている。NHK のドキュメンタリー番組にあるような生命の神秘と表現されるような様々なことで、春になると桜の花が一斉に開くことも奇跡なら、人間が生まれてくること自体が奇跡です。すべて奇跡の現れ。それなのに私たちはどうして奇跡は珍しいこと、めったに起こらないことと思い込んでいるのだろうと。頭の中で作り出した人生ドラマが全世界だと思っているからです。奇跡 100% の世界は今この瞬間に存在しています。私たちは頭の中で過去や未来を想定した人生ドラマを作り出していますが、首から下はいつも今にいます。自然界の一部として今存在しているのです。完璧な世界です。本来の私たちは完璧な存在です。
完璧ではないという定義はドラマの脚本の中、完璧ではないことを含めた完璧な世界があり続けています。私は委ねて生きるとは何かを信頼することだと考えていました。しかし、実はそうではなく、信頼することさえもいらなかったのです。信頼しようがしていまいが、すでに私たちは完璧な世界の大きな腕に抱かれています。力を抜けばいいだけなのです。体は最初からこのことを知っています。時には脚本を手放して今という瞬間を感じてみましょう。ゆったりと自然に目を向けてみましょう。奇跡 100% の完璧な世界はいつでも私たちのすぐそばに広がっています。ドラマセットで自由な選択。今まで誰にも話したことのない内緒の話です。私は道を歩いているとき、周りの景色を見渡してはクスクスっとおかしさがこみ上げてくることがあります。目に映るものすべて映画やドラマのセットのように見えてくるのです。道端に咲いた小さな草花、広告が貼られた電柱、コンビニの前のゴミ箱も道に転がった空き缶さえも、今この場所にこんな風にあるのがいいし、これ以外は考えられない。なんてよく作られているんだろう。すごい。そんな気持ちです。世間一般から見るとかなりおかしな感覚ですね。ところが、このおかしな感覚、とても平和です。空き缶をここに捨てたのは誰だ？ちゃんとゴミ箱に捨てなきゃいけないのに。なんて腹が立ったとしても、その問題は世界が起こしているものではありません。私の心の中で起きていることがわかるでしょうか。空き缶は今ここで完璧な姿で転がっています。もちろん、ちゃんとゴミ箱に捨てなきゃいけないと拾って捨てに行くのは自由です。ドラマのセットの中でどう動いてもどう演じても、それは自身の自由な選択です。私ならその時に自分が気持ちのいい方を選びます。さっとゴミ箱に捨てて、ただ道がきれいになるのは気持ちがいいです。または思いっきり蹴飛ばしてみるのも気持ちがいいです。腹は立てないかもしれませんね。これらの本質は道徳の良し悪しではなく自由な選択です。私たちは動かせない世間の中で窮屈な決め事に縛られて、時に悩み、苦しみ、生きています。なぜ苦しいかというと、動かせないものを自分の思い通りに動かそうとあがくからです。しかし周りは私たちを敵だなんて思っていません。ただそのようにある風景、完璧に作られたドラマセットなのです。そう感じると、毎日は楽しい遊びです。もちろん遊びこそ真剣です。小さな子供の見ている世界はこのような感じなのではないでしょうか。子供は周りのどんな状況も遊びに変えてしまう天才です。空き缶を見つけたら面白い遊びのアイデアを思いつくかもしれません。私はどこにも向かわない、委ねる生き方になってからというもの、物事のタイミングが合うことが多くなったように感じています。シンクロニシティがよく起こるのです。会いたい場所に会えたり、行きたい場所へ行けたり、結果として望んだ方向へことが運んだなという感覚です。もちろん、やっぱりこうなったか、などという時もありますが、まあ、そんなドラマもありです。そして後に、最初からこうなることは決まっていたのかな、とよく思います。奇跡の世界なのだから、起こることはみんな魔法のようです。間違った魔法もご愛嬌。子供のように笑ってしまえば、また次の奇跡が待っています。もしも何かを望むなら、まずは力を抜きましょう。今ここは完璧な場であると安心していいのです。いくらでもドラマセットは作れるのです。まだ序盤も序盤、プロローグ程度のご紹介なのですが、この素敵な空気感を感じていただけたのではないでしょうか。現実と現実の外側の世界が同時に存在するという、いわゆる非二元論をご自身の体験を踏まえながら伝えてくれるのですが、安本さんの丁寧で温かな文体もあり、ページをめくるごとに少しずつ覚醒していくような感覚に陥ります。と同時に、自分自身のエネルギーが増していくような心地よさもあるんです。この感覚、僕が好きなザ・ハビングという本に似ているんですね。徐々に真実に近づいている感覚と気づきに触れられた喜び。
そんな素敵な感覚が得られて何回でも読み返したくなる本です。正直相当おすすめ。絶対に読んでほしい一冊です。そんな本書は現在 Amazon の読み放題サービス Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読めるんです。そして先日もご紹介しましたが、実はなんと現在こちらの書籍を出版しているクローバー出版様で、書籍を必ず1冊もらえるキャンペーンをやっているんです。もらえる本はランダムで、何が届くかお楽しみなのもワクワクしますよね。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。